車内で YouTube や映画が見れるあのアイテムがあの球団とコラボレーションしたらしい。これだ。オッドキャスト P3 ライト阪神タイガースモデルが登場。これは意外だな。いやあ皆さんこんにちは、七草です。今日は意外なコラボレーションです。本日レビューする製品はこちら、オッドキャストの P3 ライトという車内で YouTube や映画が見れるようになる AI ボックスです。あれ？P3 ライトってちょっと前にこの製品のレビューしてなかった？確かにしてたね。今回は何かが違います。そう、阪神タイガースとのコラボレーションです。オッドキャストジャパンと阪神タイガースのコラボレーションアイテム。もうパッケージから思いっきり阪神タイガースを感じます。角にもちゃんと虎がいるね。キラーン。実際5月に甲子園球場でオッドキャストデイというイベントも開催したみたいです。最近はオートバックスでも販売されていたり、だんだんと日本でも馴染みが出てきました。あと動画の最後の方にめちゃくちゃお得なセール情報も言いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで開封していきます。パカッ。おー、めちゃくちゃ阪神タイガースですね。オッドキャストのロゴも変わってますね。新しいタイプのものになっています。全部取り出していきます。今回の P3 ライト、阪神タイガースの見た目になっていますが、デザインが変わっているだけで、性能は普通の P3 ライトと変わりありません。ちなみに AI ボックスの見た目が変わっているだけではなくて、起動した時のホーム画面のデザインも変わっていましたので、後で見ていきましょう。今回の P3 ライト、ざっくり性能面を説明しますと、オッドキャストには P3 というハイスペックな AI ボックスがありまして、その P3 のライトバージョンが P3 ライトです。大きく違うのが2つありまして、まず RAM と ROM。パソコンで言うとメモリとストレージなんですが、P3 ライトは P3 の半分のスペックとなっています。あともう一つ、P3 には鉱石のモニターなどに出力するためのミニ HDMI の出力ポートがあるんですが、P3 ライトにはこのポートがありません。はい。P3 に比べて機能も値段もライトになったのが P3 ライトです。はい。全部取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。こちらが P3 ライト本体です。真ん中に阪神タイガースのロゴがありますね。その下にオッドキャストの新ロゴがあります。で、ここのちょんちょんとしたところが光ります。ライトがめっちゃシンプル。側面を見ていきます。ここに USB-C ポートがあって電源のポートです。その隣にはゴムで蓋がしてあって TF と SIM と書いてあります。ペロンってめくっても蓋が落ちないタイプですね。ちょっと見えづらいですが TF がマイクロ SD カードを入れるところで SIM と書いてあるところはナノ SIM カードを入れるところです。直接させるタイプ。戻って電源の右隣、ここは P3 であればミニ HDMI ポートがある場所なんですが P3 ライトなんでありません。鉱石にも出力したいという方は P3 の方がいいですね。背面はこんな感じで変わりありません。こう3点の突起があって置いた時にね少し浮くようになってます。排熱の関係だと思います。次ケーブル類ですが、これは USB-C to USB-C のケーブルです。片方が L 字になっています。次 USB-A to USB-C のケーブルで USB-C 側が L 字になっています。本体に挿す方ですね。はい、次先ほどのケーブル1本で起動できなかった時、電力が足りなかった時にこの二股ケーブルを使います。接続方法はねここに書いてあります。七草のアウトランダーは1本で起動しましたので二股ケーブルは使わないんですが、電力が足りなくて起動できなかった場合はこの図に従って接続してみてください。上の1番の図です。最後に取扱説明書です。横にビヨーンと開いて両面のカラー印刷タイプ。接続方法はめちゃくちゃ簡単で、この USB-C の L 字側を P3 ライトの本体に挿します。あとは太鼓側を車の通信ポートに接続するだけ。これだけで起動します。それじゃあ車内で試していきましょう。はい、車内にやってまいりました。オッドキャスト P3 ライト試していきましょう。まず P3 ライトって何ができんのって話ですが、種類としては AI ボックスというものになります。できることいっぺんに出します。こちらざっくり説明しますと、 P3 ライトを車に接続するだけで純正ナビを Android スマホ化、そしてインターネットに接続すれば YouTube や Netflix、プライムビデオ等が見れるようになります。もちろん Netflix やプライムビデオは別途契約が必要です。そしてこれらがキャンセラー不要で走行中も動画が見れるんです。2画面分割機能に関しましては P3 を継承して3対7や5対5、7対3の分割ができます。というようにドライブのお供にあったら同乗者やご家族を退屈させない神アイテムなんですね。
そして購入前の注意点について動画内でもお話ししていますが、最後の方にもまとめてお話ししますので、購入を検討される方は必ずここだけは見てください。続いて P3 ライトが使える前提条件ですが、2016年以降の車両で純正ナビもしくはディスプレイオーディオで有線接続の Apple CarPlay が使用できる車種、こちらが P3 ライトを使える前提条件です。ご自身の車で CarPlay が使用できても無線 CarPlay にしか対応していない車では使えないのでご注意ください。また有線接続でのカープレイが使えても一部の車種では使えない車もあるみたいなので、ご自身の車が使えるかどうかをよく調べた上でご購入の検討をしてみてください。よくこの車で使えますかと聞かれるんですが、七草もネットで調べてみて、この車で使えそうだなっていうぐらいしかわからないので、ご自身でネットで調べるか、どうしても不安な方はメーカーに問い合わせをお願いします。基本的には iPhone と車を純正ケーブルでつないでカープレイが使えれば P3 ライトは使えます。それじゃあナビと接続していきましょう。車側の USB ポート、通信ポートであれば USB-C、USB-A のポートどちらでもいいんですが、今回は USB-C のポートを使って試していきます。車に接続しました。P3 ライトの LED が赤く点灯しました。これは通電状態です。この状態でしばらく待っていると LED が青に変わりました。それと同時にナビ画面が切り替わってオッドキャスト P3 ライトの起動です。起動画面も阪神タイガースマーク出てますね。ちゃんと中身も阪神タイガース仕様になっています。起動すると画面に運転中に操作や注視はするなよっていうのと、実際の交通規制に従って運転してくださいという決まり文句が出てきます。これ右下の表示しないにチェックを入れないと起動するたびにこの警告が出てくるので、もう十分に分かってるよという方は右下にチェックを入れて進んでください。現在の起動画面はこれが最初に出てくるんですね。言語を選択します。日本語を押します。次、日本語表記になったのでもう一度日本が選択されていることを確認して次、時間の形式を12時間制か24時間制、お好きな方を選びます。時速はキロかマイル、こちらはキロですね。温度は度 C でいいでしょう。次、SIM カードが未挿入ですと出てきました。これはインターネットに接続するための SIM カードです。ここはひとまずそのまま次に進みます。もう一つ先に進んで今すぐ試すを押して進みます。画面の指示に従って進むとクラウド SIM の1ギガ分の無料データをプレゼントされます。クラウド SIM は物理 SIM カードと違って必要なギガ数を購入すると物理的な SIM カードなしで通信できるサービスです。お試しということでクラウド SIM1 ギガ分がもらえます。起動しましてホーム画面はこんな感じです。壁紙も阪神タイガースマークですね。中身も阪神タイガースバージョンになっています。起動時はここの LED がうっすらと青く光ります。起動したらまずインターネットに接続していきましょう。 P3 ライトなどの AI ボックスはスマホと同様インターネットに接続しないと使えません。ここでインターネットへの接続方法5パターンを紹介します。ご自身に合った接続方法でお試しください。1つ目はスマホからのテザリングです。お使いのスマホの電波を共有する方法です。2つ目、ポケット Wi-Fi で接続する方法です。モバイル Wi-Fi とも言いますがお持ちの方はこちらで接続できます。3つ目、車内 Wi-Fi で接続する方法です。車に Wi-Fi が搭載されている最近の車ではドコモ、インカーコネクトなど通信会社との契約をすることによって別途ハード製品を用意することなく使える方法です。4つ目はナノ SIM カードです。 P3 ライトはナノ SIM カードを直接させるのでナノ SIM カードで通信することもできます。5つ目、クラウド SIM で通信する方法です。こちら P3 含めアップデートでクラウド SIM にも対応するようになったんですが、物理的な SIM カードとは違って仮想 SIM カードを利用してインターネット接続を行う仕組みです。なので物理的な SIM カードは使わずに SIM バンクというクラウドサーバー上に接続された複数の SIM 情報の中から最適なものを選択してインターネット接続ができます。使いたいギガ数を購入してチャージするイメージです。とこのような5パターンがあるんですが、七草は社内 Wi-Fi を契約していますので3番社内 Wi-Fi で試していこうと思います。その前にクラウド SIM の場合は画面の左下に先ほどゲットしたお試しの1ギガ中どれぐらい使っているよという表示がされています。クラウド SIM で接続されている場合は Wi-Fi には接続されておらず 4G の電波が立っています。物理 SIM カードを使いたい方はここをタッチするだけで切り替えが可能です。この場合は SIM カードを今挿していませんので 4G のアンテナも立っていません。それでは社内 Wi-Fi につなげていきます。社内 Wi-Fi を契約している方はこの接続方法でいきましょう。ホーム画面の設定を開きます。ネットワークとインターネットをタップ。インターネットをタップ。
Wi-Fi をオンにしてこの右側をオンにします。そうすると周囲の電波を探し始めますので、ご自身の電波名をタップして接続します。これ今自動的につながりましたが、初回はここで現れたご自身の電波名をタップしてパスワードを入力してください。ここでのパスワードはご自身のパスワードです。スマホからテザリングをする場合も同様、ここで電波名を探してタップしてパスワードを入力してください。はい、接続されると右上の Wi-Fi マークが白塗りになりました。これで接続 OK です。インターネット接続はこんな感じでした。はい、ざっくり操作感を見ていきます。画面右一列のこの四角、これを押すとアプリ一覧が見れます。これはもう最初からすでに入っているアプリです。今はね、もうプライムビデオや Netflix、YouTube、Yahoo カーナビなど最初から入っています。ちなみにですが、ホーム画面から画面を下からスーッとやると、これでもアプリ一覧が見れます。同じ画面になります。はい、右側上から2つ目、こちらを押すと、はい、このように Wi-Fi 等のショートカットやハード面の情報、キャッシュのクリアなどができます。はい、そして P3 ライトはここ HDMI にキャストというところが押せなくなっています。これ先ほど説明した通り P3 ライトにはミニ HDMI のポートがついていないので、後席にキャスト出力することができません。P3 ライトにはこの位置にミニ HDMI ポートがありません。上位モデルの P3 であればついています。なので P3 ライトはここは押せなくなっています。はい、その下の矢印は戻るボタン、一つ前に戻ります。で、次です。ここホームボタンなんですが、ここが阪神タイガースバージョンになってます。ここの阪神タイガースマークを押すとホーム画面に戻ります。ホームボタンがこの阪神タイガースマークになってます。もう少し補足すると、四角を長押しするとバックグラウンドで起動しているアプリを表示できます。上にスライドするとそのアプリを終了できます。で、この戻るボタンを長押しすると、はい、今何も起動していませんが画面分割ができます。これは後でやりましょう。インターネットにつながったら、まずは P3 ライトが最新のバージョンであるかを確認します。アプリ一覧からシステムのアップデート、このアイコンがありますのでタップします。はい、確認しましたが現在は最新のバージョンになっているので、この場合はアップグレードの必要はありません。バージョンが古い場合はここからタップするだけでバージョンアップできますので、ファームのアップデートも簡単です。不具合等があるたびにバージョンは更新されていくので、最新にしといた方が安心です。で、もう一つ、今度はアプリのアップデートもしましょう。すでにアプリがインストールされているものに関しては、このプレイストアからアップデートする必要があります。初回はログインをしてください。ログインできましたら右上の自分のアイコンをタップします。そしたらここにマイアプリ&ゲームとありますので、ここをタップします。そうするとアップデートが必要なアプリを確認し始めますので、現在すでにインストールされている16個のアプリがアップデート保留中になっています。これを全て更新しましょう。このアプリの方がしょっちゅうアップデートがありますので、最新のバージョンにしないと使えないアプリもあります。こんな感じですでに入っているアプリに関してはアップデートを必ずした方がいいですね。これから好きなアプリをインストールする場合は最新のアプリをインストールすることになるので問題はないんですが、その場合でもね、その後にアプリがアップデートされていくことになるので、ちょこちょこ確認はした方がいいですね。はい、P3 ライトでできることをざっくり見ていきましょう。まずは地図アプリ Google マップを開いていきます。 AI ボックスでの Google マップの使い方は、ズームしたいときは2回タップトントンでズームです。ピンチインピンチアウトは使えないので、スマホと同じようにズームズームアウトはできません。ズームアウトしたいときはトントンスーです。トントンスー、こんな感じでズームアウトします。動きはこんな感じです。ちゃんと手についてきます。次 Yahoo カーナビ見ていきます。もうこれも最初から入ってました。アプリだと Yahoo カーナビ派という方多いですよね。はい、Yahoo カーナビ起動しました。Yahoo カーナビの場合は右下にプラスマイナスマークがあるので、これでズームズームアウトもできます。アプリ関係なくピンチインピンチアウトはできません。プラスマイナスマーク以外はこちらでもズームしたいときはトントン、ズームアウトしたいときはトントン数でできます。はい、虎のマークでホーム画面に戻って、続いて YouTube 見ていきましょう。はい、スタジオ七草のチャンネルを開きました。ナビ画面で YouTube が見れる。これめちゃくちゃいいですよね。操作感はこんな感じで P3 の半分のスペックだとはいえ問題なく操作できています。何か見てみますか。ちょうどこれ P3 ライトの動画出したものなんですが、もう半年前ですね。半年前に P3 ライトノーマルの動画を出しています。よかったらね、こちらも詳しく解説してるので見てください。はい、このような感じで YouTube が見れます。パソコンで見るのと同じような画面ですね。おすすめ動画が右に表示されますし、コメント欄の表示もこのようにできます。いつもコメントありがとうございます。で、画面を1回タップすると右下に四角のマークが現れるので、これをタップすると全画面で見ることができます。はい、しかもこれ走行中にも見ることができます。キャンセラーいりません。同乗
聴者やお子様が喜ぶアイテム間違いなしです。はい、先ほども言いましたが、四角長押しで裏で起動しているアプリ一覧を見ることができます。はい、次です。ネットフリックス見ていきましょう。七草はネットフリックス契約していないため、再生するところまでは見せることができないんですが、契約している方ならね、ログインをすれば見ることができます。もちろんこれも走行中見れます。運転手は注視しちゃダメだぞ。次、プライムビデオを見ていきましょう。 Amazon のプライム会員になっていれば見れますからね。ナビ画面でプライムビデオも再生することができます。いろいろ映画が見れていいね。何か見てみましょうか。再生。こんな感じでプライムビデオを見ることができます。長距離ドライブの時に同乗者にはたまらないアイテムですね。ちなみに意外に知らない方が多いのですが、プライムビデオは動画をダウンロードすることができます。再生ページのここにダウンロードとあります。これを押して好きな画質を選択してダウンロードすると、ダウンロードが始まりました。はい、しばらく待っているとダウンロードしましたと出てくるので、これでダウンロード完了です。で、今はインターネットにつながっている Wi-Fi につながっているオンライン状態です。ダウンロードはもちろんオンライン状態じゃないとダウンロードすることができません。今ダウンロードしましたので、一旦ここでインターネットを切断します。Wi-Fi をオフにします。ポチッ。はい、これで Wi-Fi をオフにしました。Wi-Fi マークも斜線が入ってインターネットにつながっていない状態になっています。この状態でプライムビデオをもう一度開きます。はい、インターネットつながってませんね。上にもデバイスはオフラインですと表示されています。この状態で下にあるダウンロードを押します。そうすると先ほどダウンロードした映画がここに入っています。これを再生すると、はい、インターネット環境がなくてもオフラインで動画が再生できます。なのでインターネットに接続しなくてもプライムビデオはオフラインで再生することができるので、あらかじめインターネットがつながっている状態の時にダウンロードしておけば、その後はインターネットがない環境でも再生することができるんです。そういった面ではストレージの容量は大きい方がいいかもしれないですね。 P3 ライトは 64GB、 P3 は 128GB です。そんなに大量にダウンロードしなければ P3 ライトでも十分ですね。あとね、ディズニープラスです。これ開こうと思っても新しいバージョンがリリースされましたと表示されて、アップデートしてくださいねっていう画面になります。なのでこの画面から更新を押してアップデートの画面に行くんですが、ここで Google Play Store と APK Pure という画面が出てきます。アプリのアップデートだから Google Play Store からいつも通りアップデートしようかなと思ってプレイストアに飛んでみると、ディズニープラスを含めた一部のアプリはこのスマートフォンはこのアプリに対応していません。このような表示が出て、ディズニープラス使えないんだって思うじゃないですか。これにも対策があって、もう一度ディズニープラスを最初から開きます。そして更新を押します。はい、先ほどアップデートで Google Play Store から開いたんですが、この APK Pure こちらから開いてください。そうするとね、ディズニープラス、はい、このようにアップデート、こちらが表示されるので、ここからアップデートします。はい、アップデートのためしばらく待ちです。はい、この画面が出てきたら、不明なアプリをインストールするとスマートフォンや個人データが攻撃を受ける可能性が高くなりますというような文が出てきます。はい、なので自己責任で行ってください。おそらくね、アプリのインストールファイルをダウンロードできる非公式のアプリ配布サイトです。ディズニープラスをインストールしたい場合はこれをオンにしてください。自己責任でお願いします。はい、そうするとこの画面が出てきて更新を押すとディズニープラスの更新が始まります。はい、更新が終わったら開くを押すと、これでディズニープラスが使えるようになります。実際七草はディズニープラスに入っていないので、ここから先見ることができないんですが、先ほどまで開くことすらできなかったのがここまで進んだので、これでディズニープラス使うことができます。はい、次行きます。2画面分割の方法を説明します。はい、今 YouTube 開いていますが、この状態で戻るボタン、ここですね、ここを長押しします。すると画面が切り替わって今開いていた YouTube が左に寄ります。この状態でもう一つのアプリ、ここでは Google マップを選択します。はい、これだけで2画面分割ができます。YouTube も全画面再生するとこんな感じです。 Google マップと YouTube、Google マップとプライムビデオなどお好きなアプリを2画面分割してみてください。あと分割画面の割合ですが、この真ん中をピーッとこの辺まで引っ張ると画面を3対7、このように割り振ることもできます。もちろんこの逆でこっちまでピーッて引っ張ってこの辺で離すと、はい、7対3、このような割合にすることもできます。なのでね、お好きな割合で画面を分割することもできますよということでした。ちなみに以前からお伝えしておりますが、 Yahoo カーナビは2画面分割がサポートされていないため画面分割することができません。
はい、次です。やはり動画ではなく音楽を聴きたいという方は音楽アプリも再生することが可能です。こちら Amazon Music を開いてみてます。 Android スマホと同じように音楽アプリも使えるので、動画ではなく音楽を聴きたいよという方にもおすすめですね。あとは好きなアプリをインストールすることができます。プレイストアから下の方にある検索をタップ。はい、そしたら上の欄、ここに好きなアプリを検索するワードを入れます。これ打つのがめんどくさい場合は右上のボタンで音声入力も対応してます。 YouTube Music。はい、YouTube Music を検索しました。ここに出てきましたね。はい、インストールボタンを押してインストールします。インストールされてますね。はい、完了しました。そしたらその横の開くから直接開いてもいいんですが、ホームに戻るとこの横、ここに新しく追加されます。ホーム画面の横ですね。ここに新しくインストールしたアプリは追加されます。開いてみましょう。こんな感じでね、今試しに YouTube Music を新しくインストールしてみましたが、好きなアプリをインストールすることができるので、もともと入っているアプリ以外をインストールしたい場合はこのようにインストールしてみてください。あとはざっと流しますが、ここのマルチプレイ、ここからワイヤレスカープレイとワイヤレス Android オートが使えます。画面に出ている Bluetooth 名、こちらをスマホから接続します。ここはね、常に Wi-Fi も Bluetooth もオン状態でやってみてください。はい、Bluetooth の一番下の方に対象の Bluetooth 名が表示されていたので、そこを押してペアリングしていきます。連絡先の同期はまあどちらでもいいです。この場合は許可しないでいきます。はい、ペアリングできるとこのようにワイヤレスでカープレイが使えるようになります。これ iPhone で試しているのでカープレイですが、Android スマホの方はワイヤレスの Android オートが使えます。カープレイや Android オートに関しては過去の動画を見てみてください。ここではスルーします。補足情報です。七草の車アウトランダー PHEV ですが、ホーム画面上の終了というボタンを押しても何も反応しません。おそらくこれで車のナビと切り替えるボタンだろうなと思います。ですがこの車では反応しないので、どうやって切り替えるかというと、ナビの物理ボタン、このメニューを押します。はい、そうすると純正のナビと切り替えることができます。でまた P3 ライトに入りたいときは Apple CarPlay、 ここを押すと P3 ライトにまた戻ることができます。はい、参考にしてみてください。あとはアプリを長押しすると、これもスマホと同じように好きな位置に配置を変更することができますし、何もないところを長押しでウィジェットを追加することもできます。ウィジェットが何かというと、例えばこういう時刻表示とかね、こういうのをホーム画面に持ってくることができます。こういうアレンジもいろいろできますよということでした。これ阪神タイガースの白と被って分かりづらいからこっちの方がいいね。あ、そうだ。あとね、このリモコンですね。リモコンを入手した方はどうやって使うのっていうところを説明します。まずね、単4電池を2本入れてください。で P3 ライトとリモコンを Bluetooth 接続するんですが、設定を開いてマウス設定を押します。マウスをペア設定を押します。はい、この画面になりましたら、リモコンのこの真ん中の OK ボタンと右にあるこのリターンボタン、これを同時に長押しします。はい、この2つを長押しします。そうするとリモコンのランプが高速点滅します。赤の高速点滅です。はい、そうすると画面にぴょこっとこのようにね G20BTS っていうのが表示されました。これがこのリモコンの Bluetooth 電波なので、これを押します。はい、あとはペア設定するを押すと、これでリモコンとの接続は完了です。使ってみるか。このように左右上下アプリの選択はしやすいですね。あとね、従来と同じようにマウスポイントカーソルも使えます。この矢印のボタンをポチッと押すと、このようにねカーソルが動くようになります。エアマウスとして使えるということですね。これ初代のエアマウスに比べたらだいぶ使いやすいですね。正直初代のエアマウスは使い物にならないぐらい使いにくかったです。それに比べたらだいぶ使いやすくなりましたね。ただ理想を言えばリモコンにも音声入力できるボタンが欲しかったかな。それでは購入前の注意点をお話しします。まず対応していない車があるということです。全ての車に使えるというわけではありません。前提条件でもお話ししましたが、2016年以降の車両で純正ナビもしくは純正のディスプレイオーディオで有線接続でのカープレイが使える車種、基本はこの条件になります。最近のより新しい車は純正ナビがもともとワイヤレスカープレイに対応しているという車もあるんですが、 P3 ライトは有線でのカープレイ経由で起動しますので、有線でのカープレイに対応していない車では使えません。
ません。ここはよくご確認の上購入の検討をしてください。次ですが USB でつなぐだけでは使えないということです。 USB でつなぐだけでスマホ化はできますがインターネットの接続が必要になります。原理はスマホと同じです。またインターネットに接続すれば YouTube は見れますがプライムビデオや Netflix などの動画サービスを見るには当たり前ですが別途契約が必要です。次ですが鉱石モニター等の外部モニターには映せないということです。 P3 ライトには HDMI 出力ポートがついていないため映せるのはナビ画面のみです。鉱石モニターにも映したい方は P3 だと可能です。あと OS の話ですが Android 12です。 AI ボックスの中だとより新しい OS の Android 13のものもありますのでどうしても OS が新しい方がいいよっていう方は気になるポイントではありそうですね。 P3 も P3 ライトも OS のバージョンは Android 12です。はい、4つ目、この製品には上位モデルの P3 があります。 P3 はメモリーとストレージが P3 ライトの倍あります。さらにミニ HDMI の出力ポートがあるので鉱石モニターへ移すことができます。よりハイスペックな AI ボックスをお探しの方は P3 の方がいいと思います。それではお得な情報、視聴者限定のクーポンがあります。オッドキャスト父の日セールということで6月13日から21日までオッドキャスト製品すべてが値下げされます。新製品も値下げされておりますし P3 も値下げされております。そして今回紹介した P3 ライト阪神タイガースバージョン、こちらも安くなっております。通常の P3 ライトも同じく安くなってますからね。あと大人気のカー TV メイトシリーズ、こちらも安くなってますね。よかったらカー TV メイトシリーズの動画も過去に出しておりますので見てください。あと新製品のオッドキャストミラータッチ、こちらも安くなってます。この新製品のミラータッチについてはレビューする予定なのでよかったらチャンネル登録をしてお待ちください。オッドキャストミニについてはこの前動画出しましたがこれも安くなってますね。ということでオッドキャスト大セール中ということでした。だけでは終わりません。最もお得な買い方を紹介します。まず概要欄のリンクからこちらの製品ページに飛んでいただいて、例えばこちら P3 ライトですがカートに追加します。はい、カートに追加されました。そしたら数量を確認してその下の延長保証は付けたい方は付けてください。いらない方はいらないで OK です。そしたら右下のチェックアウトを押します。次にお好きなお支払い方法を選択します。ショップペイやペイパル、Google Pay などの簡単決済も使えますしクレジットカードでのお支払いもできます。ビザ、マスターカード、JCB 他使えます。で次です。パソコンであればこの右側の方にクーポンコードを入れる欄があります。ここに ST3000 と入力してください。 ST3000 です。はい、入力しましたらその隣の適用をクリックしてください。そうするとセール価格よりさらに3000円引きになります。これはだいぶお得です。この ST3000 のクーポンはセール中じゃなくてもいつでも使えますからね。で今回は P3 ライトに特化したさらにお得なクーポンがあります。クーポンコードの欄に ST4000 と入力してください。 ST4000 です。これで適用をクリックするとはい、なんとセール価格より4000円引きになります。 P3 ライトが3万円を切ります。もうめちゃくちゃお得。この ST4000 のクーポンは P3 ライト専用のクーポンですので他の製品には使えませんが P3 ライトを購入する方はぜひこの ST4000 のクーポンを使って購入してください。他の製品にはいつも通り ST3000 のクーポンをお使いください。あともう一つ、この前紹介したオッドキャストミニ、これに新しい色が加わりました。このオッドキャストミニのような比較的価格が安い製品にはクーポンコードに ST10 と入力してください。これで8000円を切る製品でもさらに 10% 安く買えます。以上、お得なセール情報とクーポン情報でした。ということで今回はオッドキャストの阪神タイガースコラボバージョンの P3 ライトをレビューしてきましたがいかがでしたでしょうか。見た目だけではなく中身も阪神タイガースになっていました。阪神タイガース興味ないよって方は通常の P3 ライトもこのセールで安くなっていますのでぜひこの機会に導入してみてはいかがでしょうか。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなどアウトランダーなどで自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で See you again!